人真珠、マムシに秘められた能力を予想。ウォルトの作中で最強の候補に挙げられる兄弟、エイダとデイモン、二人が揃うことで一切敵を寄せ付けない圧倒的な力を発揮することができる。幸い任界に敵意はなかったものの、第一部の彼らは気分次第で大国を滅ぼせるだけの自由と影響力を持っていた。しかし第二部以降、その状況は変わりつつある。10尾から進化した人真珠の中には、エイダを捕食の標的に選ぶほどの自信に満ちた者がいる。完全無欠と思われた兄弟に不具合を起こす存在が、ついに動き出す。今回は人真珠、マムシの能力の詳細について、これまで明かされた情報をもとに考えてみた。人真珠はこれまでに5人が登場しており、それぞれが能力の一部を見せている。第2部24は現在、その中でも能力面で最も謎に包まれている存在がマムシである。ジュラ以外の人真珠は、爪垢による襲撃の被害者のチャクラをコピーして誕生している。チャクラをコピーしているだけあり、基本的には元となった人物の能力をそのまま使用している。マムシの原型はバグという小柄な老人からの幹部、ボロの施設を管理しながら、しばらく眠りについていたエイダとデイモンの2人を見守っていた男性である。臆病な性格で、戦闘経験があるようには見受けられない。バグの能力が未知数であることから、マムシの能力もまた未知数というのが現状である。マムシ自身も出現時にボルトへ奇襲をかけた程度で、ジュラ以上にまともに戦った様子を見せていない。ただ、マムシは一度だけその能力の片鱗を見せている。第2部後は、エイダは誕生したばかりの人真珠たちの様子を、真術、千里眼で見ていた。千里眼は術者が誕生して以降の世界の様子を自由に閲覧することができる能力。エイダは安全な場所で人真珠の様子を確認していたはずだった。しかし、マムシは当時4人だった人真珠の中で、唯一エイダを見返すことができていた。それ以降、エイダはリアルタイムのマムシの様子を見ることを控えるようになる。本動画は、マムシが見せたこの能力の正体を突き止める内容となっている。マムシの能力は、エイダとデイモンに対抗するために重要な効果とキーワードを持つ。このチャンネルでは、ナルトやボルトを他にはない視点で深掘りしていきます。新たな発見や面白さにつながると思いますのでぜひチャンネル登録をお願いします。マムシの能力を考える上で、大きなヒントとなり得る情報がその名前である。人真珠のリーダー、ジュラが命名したと思われるその名前の数々は、人真珠とその原型となった人物の関係性を表している。祭りと左は原型の名前などから着想を得ているだろう。竜は神器が使用した封印術、自鉄流風章から考えられている可能性がある。これまで、原型の名前などの要素、または原型が使用できる術から人真珠に名前が付けられてきたということになる。マムシはこれらどちらのパターンなのかというと、個人的にはどちらにも当てはまっていると考えている。マムシという名前には違和感を持つ人が多いと思う。虫という漢字に、マムシという読みを当てている。この点だけでも、マムシという人真珠の名前が複数の意味を持っているという想像はつく。マムシという読みを当てている理由についてはおそらく3つある。1つ目は、マムシが初めてボルトに攻撃を仕掛けた際に見せた腕の形状が、蛇の頭のような形状であったこと。2つ目は、マムシという言葉には陰険なものという意味があること。マムシがエイダを標的に決めてから、エイダは彼に不気味なイメージを持っていた。バグもエイダやコードに対して密かに不満を抱いており、悪口を内に秘めていた。3つ目の理由は、そもそも虫という漢字が蛇やマムシを表す文字であったことにある。虫の漢字の元となる甲骨文字は、明らかに蛇を表した形をしていた。中国最古の辞書とされる説問開示でも、虫という文字がマムシを意味するとの記載があった。次が本動画で特に紹介したい内容になる。虫という漢字を用いている理由については主に2つあると考えている。これらが先ほど解説した、人真珠の名前が人真珠とその原型の関係性を示している部分である。まず1つ目は、原型の名前であるバグが虫の意味を持つ言葉でもあるということ。バグという言葉には、コンピュータ上の不具合と虫という2つの意味がある。どちらの意味もボルトの物語に関わっているものと思われる。ボルトにはたびたびコンピュータにまつわる言葉が使われており、術の設定や登場人物の名前に見られる。そして2つ目の理由が、人真珠、マムシとバグをつなぐ真術にあるのではと考えている。マムシの能力の名前は、無視なのではないだろうか。単なるダジャレではない、無視が術の名前になると考えられる根拠を解説する。人真珠、マムシの能力の名前が無視になる根拠は、この言葉の意味に詰まっている。無視とは、私私、私欲、エゴなどの自分のためといった感情がない状態、または、その人自身が他を認識するための私的評価基準などを排除して、
他の存在自体、そのもの自体を認識できる状態のことを言う。無視という言葉の意味からは、マムシが見せた能力やマムシに求められる能力との関連性が非常に強く感じられる。この意味がそのまま無視という真術の効果になるのではないだろうか。第2部5話では、マムシが真術、千里眼を使うエイダを見返したシーンがあった。何があったのかを整理すると、おそらくマムシはエイダの意識または存在自体を捉えることができていたのだと考えられる。エイダによると、千里眼は見たい時と場所へ自分の意識を飛ばす感覚で使用されるという。この発言から、マムシは自分の元へ飛んできたエイダの意識、つまり心を認識していたと言える。また、無視はマムシがエイダを捕食するために超えるべき2つの能力の壁にも有効かもしれない。まずエイダを狙うということは、弟のデイモンと戦う必要がある。デイモンはエイダのそばで守護神の役割を担っている存在。デイモンと戦うには彼に発言した真術、反射を突破しなければならない。反射とは、術者へ向けられた攻撃やそのイメージを結果にして返す能力。術者であるデイモンが人に触れている間に発動する。エイダに触れるだけで、あらゆる攻撃から彼女を守る壁にもなる。これに対して無視は、私欲や結果に執着しない状態である。マムシの攻撃は反射の効果で返す対象がなければ、結果として反映されることもないのかもしれない。そんなまさにバグと言えるような効果が期待できる。デイモンはマムシの能力から危険性にいち早く気づき、戦い方を変えると思われる。ただ、反射を超えられてもエイダの前には魅了という2つ目の壁が立ちふさがっている。魅了はエイダに発言した真術、全能から生まれた副次的な能力。見るもの全てを術者の虜にするという効果を持つ。術者は本人の意志の有無に関わらず見たものの心を奪い、本能に働きかけて術にはめる。術にはまればたちまち術者に害を加えることができなくなるだけでなく、反応が強いものの場合は術者の意のままに従ってしまうこともある。ただし大筒木や術者の血縁者、一部の例外には効果が現れない。マムシはおそらくどれにも当てはまらないことから、通常なら効果の対象になると考えられる。しかし先ほど紹介したように、無視は指針のない状態である。マムシに対して心が関係する能力は効かない可能性がある。実際にマムシは、千里眼を使用していたエイダの意識に心を乱すことなく近づいている。魅了は本能に訴えかける能力であるはずが、身体的な反応も一切見られなかった。ちなみに、無視という言葉は仏教に関わる単語である。無視の境地へは、禅などの訓練を積むことでたどり着くことができるとされている。過去には実法という仏教用語が真術の名前になっていることから、同系統の名前を持つ真術が再び出てきてもおかしくない。以上の通り、無視という言葉はエイダとデイモンの能力に対抗するためのキーワードとなる。真術、無視という能力があるとするならその言葉の意味の通り、自信を消すことで他の存在の心を見られるようになることに加えて、心が関与する能力の効果を受けない状態になれるという効果を有していると考えられる。この能力がマムシに備わっていると仮定することで、マムシがエイダとデイモンというプログラムに不具合をどう起こすのかが見えてくる。しかし、そんなマムシも生命である以上、バグや弱点は必ず存在するはず。続いては、心を消していると思われるマムシに何が残るのかを考えてみる。仮説として、心に関する能力の効果を受けない存在であると考えられるマムシ。彼にはエイダとデイモンを追い詰められる素質があるが、この素質は原型のバグに由来するものだったという可能性がある。原型を持つ人真珠は、原型が使用していた能力を受け継いで使用している。マムシの能力も例外ではないかもしれない。過去のバグの様子をよく見てみると、何か秘密を隠していてもおかしくないと思える。その一つとして第1部57話では、バグがエイダの虜になっているのか、コードから疑いの目で見られている場面がある。バグ自身はすでにエイダの虜になっていると発言していたが、確かにエイダのシャイでビビリという言葉で結論付けるには違和感が多い。バグはエイダとデイモンが保管された施設の管理を任されていただけでなく、停止していたエイダとデイモンを起こす権限を持っていた。実はただものではないかもしれない。また、エイダとコードのやり取りを見ていたバグは、とてもエイダの虜になっているとは思えないような言葉の数々を内に秘めていた。バグは自身の能力によって、エイダの魅了の影響を受けていないのではないだろうか。自覚の有無はわからないが、バグもマムシと同じ能力を持っている可能性がある。しかし重要な点として、マムシがエイダを捕食の標的にしている以上、バグにはエイダへの愛があるとも考えられる。他の人真珠の原型と標的の関係を見るに、愛が重要な意味を持っていると言える。特にバグによるエイダへの愛には2つの意味が含まれている。一つはこの愛こそがマムシのバグ、不具合であるということ。ジラは愛という概念について、生命体にとって重大な不具合をもたらすものと発言している。人真珠が理解し、克服すべきものともしていることから、人真珠が最も恐れる危険な概念であると分かっている。人真珠の性格は原型の宝生であることを匂わせる作者、
池本先生の発言もある。心を消していると思われるマムシが、最後に残している弱点がエイダへの愛なのだろう。もう一つは、マムシとバグはエイダの魅了の影響を受けずに彼女へ好意を抱いているということ。エイダは自分を標的にしたマムシの様子を見て気持ち悪さを感じていたが、マムシの行動原理にはバグによるエイダへの純粋な愛があるのかもしれない。バグがエイダのそばで密かに何を思っていたのかが明かされることとなる。この事実にエイダが気づいた時、物語が大きく動くのではないだろうか。マムシも自分が潜在的に何を思っているのかに気づくことで、愛をより理解することにつながるだろう。完全な無視の境地に達するためにもまず、自分を認めることが大切になる。エイダとマムシ、それぞれの成長や進化が試されている。また第2部16話の扉絵には、愛は心で見るのではなく、目で見るものという文がある。これは劇作家シェイクスピアの戯曲の一節。愛は目で見るのではなく、心で見るものをもじったものであると思われる。エイダの姿が描かれていることから、愛を表面上でしか見ることができていない彼女の当時の心境を表していると考えられる。心で見る能力を持つエイダ、心を見る能力を持つマムシ、先に真の愛を見つけるのはどちらとなるのだろうか。今後の展開が非常に楽しみである。以上が、人真珠、マムシが持っている能力についての予想である。人真珠の名前は原型の名前とのつながりの他に、両者に大きく関わる術の名前から付けられている。このヒントに加えて、マムシが能力の一部を見せたシーンと、マムシがエイダを捕食するために必要な能力を考慮に入れたところ、無視というキーワードが思い浮かんだ。無視とは、指針がない状態、または指摘評価基準を排除して他の存在自体を認識できる状態を指す。この言葉がマムシの持つ真術の効果としての条件を全て満たしているのではと考えた。また、この能力は原型の能力をコピーしたものであるという可能性もある。人真珠の原型には標的へ愛を抱いている傾向があることから、バグも例に漏れずエイダへ好意があると考えられる。これらの情報から、バグはエイダの魅了の影響を受けずに彼女を思っていたのではという想像ができる。エイダとマムシの戦いにおいて、外面にとらわれずに本当の愛を見ることができるかや、自分が潜在的に何を思っているのか、などが重要となるだろう。ここまでの内容は、個人的な妄想を多分に含んでいます。多めに見ていただけますと幸いです。今回の動画に関する感想や意見がありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。もしこの動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。